サワディーカー。太鼓の先んちょとおきちです。今回私たち2人と、友達でカンボジアに旅行へ行ってきました。一日の盛りだくさんのツアーが、動画にたくさん詰まっているので、ぜひご覧ください。どうぞ。太鼓チャンネル。今回のツアー動画飛ばし見したい人はこちらの目次からどうぞ。ツアーの始めはまずはアンコールワット。こちらは私たちは朝5時にホテルを出発してアンコールワットへ向かいました。まだまだ真っ暗な状態でアンコールワットへ到着し、そこから入っていきます。で向かっていく中で朝焼けが少しずつどんどん空が明るくなっていって、その状態を見るのもとても綺麗でした。平日だったんですけど、朝日を見に来る観光客も多くて、なかなかいい場所が見つからず、ただすごくいいスポットでこういう形で写真や動画を撮ることができました。最高列から自撮り棒を使って撮るのもおすすめです。今回私たちは1月上旬にこちらのツアーに参加したんですけども、アンコールワットの右側から太陽が昇ってきました。ただ時期によってこちら異なるみたいなので、それもツアーガイドさんへ聞いてみてください。今回私たちはワンダフルガイドツアーのサンちゃんにお願いをしました。友達の紹介でサンちゃんにツアーガイドをお願いしたんですけども、日本語がとっても上手でコミュニケーションには全く問題ありませんでした。しかも写真と動画をこのようにたくさん撮ってくれて、素敵な思い出を作ることができました。ぜひアンコールワットへ行く際はワンダフルガイドツアーのサンちゃんにお願いしてみてはいかがでしょうか。そして朝日を鑑賞した後はアンコールワットの中へ入ります。アンコールワットは世界遺産に登録された世界最大の仏教寺院で、その大きさはなんと東京ドーム約15個分もあるそうです。めちゃくちゃ広くて歩き回るだけで相当疲れました。アンコールワットの壁にはたくさんの絵や仏像などがあるんですけども、全てに意味があって、それも全てガイドさんが説明をしてくれました。歴史を知れば知るほどよりアンコールワットに興味が湧いたので、こちらはぜひ現地の方に説明をいただくのが一番いいと思います。またこのようなフォトスポットや動画スポットもあるので、よく知っているガイドさんにお願いするのが一番いいと思いました。ちなみにこのようなポージングも全て指定していただきました。アンコールワットは三重の回廊が巡らされた構造となっていて、一番外側が第一回廊、そして中心部が第三回廊となっております。で第二回廊から高さ13メートルの場所に第三回廊がありまして、この階段がとっても怖かった。めちゃくちゃ怖かったです。そして第三回廊は帽子や肌の見える服装がダメなので、そちらだけご注意ください。さすがアンコールワット、壮大な迫力を肌で体感できてとても楽しかったです。続いてはアンコールワットの北側にあるアンコールトムへ向かいました。南大門の両側に並ぶ大量の像は迫力満点でした。こちらの南大門を通り抜けまっすぐ進むと中心のバイヨン寺院にたどり着きます。なかなかの暑さでした。こちらのバイヨン寺院はアンコールワットと並んでカンボジアの象徴的なスポットとなっております。バイヨンは美しい塔という意味で、中心部には巨大尊岩が立ち並ぶ光景を見ることができました。とても素敵でした。暑さ対策は忘れずに。はい、続いてタプロム遺跡にやってきました。ここもね、カンボジアの遺跡の中で最も有名な遺跡の一つだそうです。皆さんトゥームレーダーっていう映画をご存知ですか？私まだちょっと見てないんですけれども、どうやらここはトゥームレーダーのロケ地としても使われたそうです。これからね行かれる方はぜひトゥームレーダーの映画を見てから行った方が絶対楽しいかと思います。こうやって木もねすごい生え方してて、すごい神秘的でした。みんなでポーズ決めて写真たくさん撮りました。ピースしてる。こんな木の生え方するんだって思いましたね。続いてはベンメリア遺跡にやってきました。ここも実は有名な映画天空の城ラピュタの世
世界観として有名なところなんですよ。見てください、ここすごい天空の集落だって感じしますよね。最初見た時びっくりして、もう写真ずーっと撮ってました。さんちゃんに急ぐよーって言われましたね。この岩がゴロゴロなってるのは実は自然でこうなってて、自然の力ってすごいなって思いました。ここもすごい神秘的ですよね。みんなでここを散策して階段もたくさん登って楽しんできました。もちろん靴がいいかなって思います。歩きやすい靴がおすすめです。みんな仲良さそう。みんなイエーイって写真撮ってます。はい、そして最後にプノンバケン山の夕日鑑賞にやってきました。ここすごい夕日がね綺麗で、もうだいたい6時半ぐらいかなに着いて、で夕日を見に来ました。この階段がとても大変だったけど頑張りました。頑張った先にねこんな綺麗な夕日が見れるので、皆さん頑張ってください。人もこんな多いです。一日の疲れをこの夕日で癒されました。とっても一日充実してて楽しかったです。以上でカンボジアのツアー終わりになります。はい、今回のツアー動画いかがだったでしょうか。もし今回のツアー動画が気になるという方は概要欄から飛んでぜひご覧ください。はい、では今回の動画いいねと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。じゃあねー。バイバーイ。